高野高尾。江戸時代の話です。神田に親切な高野がありました。そこで働いていた久蔵は、とても真面目で腕のいい職人でした。しかし、ここ数日寝込んでいます。親方は心配しました。どうしたんだ、久蔵。風邪か？医者を呼ぼうか。久蔵は布団の中で答えました。いえ、結構です。私の病気は、医者が治すことができない病気なんで。何の病気だ？惚れた女に会えなくて。恋煩いか。相手は誰だ？それが。久蔵はためらいながら話しました。3日前、兄弟子に連れられて、久蔵は吉原へ行きました。花魁道中を初めて見た久蔵は、その中で一番美しい花魁に一目惚れしたのです。名前は高尾。三浦屋の高尾太夫？親方は笑いました。それは無理だ。諦めろ。高尾太夫は江戸で一番いい女だ。大名が大金を払って会いに行く女だ。貧乏な職人が会えるはずがない。ええ、兄弟子にも笑われました。それでも、ご飯を食べれば茶碗の中に高尾の顔。横になれば天井に高尾の顔。目をつぶればまぶたの裏に高尾の顔が見えるんです。それは重症だな。親方は呆れました。まあ、一つだけ高尾太夫に会う方法がある。え、どうやって？金だよ。相手は花魁だ。一晩15両。お前の給料の3年分だ。しかも、金を払っても、花魁の気が向かなかったら会ってもくれない。給料3年分を会えるか会えないかわからない女に払えるか？バカバカしいだろう。忘れろ。そんな女のことは忘れて真面目に働け。はい、働きます。真面目に働いて15両貯めて、高尾太夫に会いに行きます。久蔵は急に元気になって部屋を飛び出しました。大丈夫か、あいつ。それから久蔵は働いて働いて働きました。3年後、ある晩、久蔵は親方に言いました。親方に私の給料を毎月預けていますよね。今、全部でいくらですか？親方は親切な男ですから、ちゃんと記録していました。今月分を入れて18両だ。頑張ったな、久蔵。親方は真面目な顔で言いました。この金を持って田舎へ帰って、お母さんに顔を見せてやれ。お前は腕のいい職人だ。俺はお前が好きだ。実はお前にこの店を継いでほしいと思っている。田舎から戻ったらうちの養子になってくれ。ありがとうございます、親方。久蔵はそわそわしながら言いました。その前に15両使いたいんです。15両？そんな大金何に使うんだ？高尾太夫に会いに行きます。ちょっと待て。お前、
まだ諦めていなかったのか。親方は驚きました。3年分の給料だぞ。行って金を払っても会えないかもしれないんだぞ。それでも後悔しないか？絶対しません。よし、わかった。俺に任せろ。親方は吉原へ何度も行ったことがある医者を連れてきました。医者は久蔵に言いました。じゃあ久蔵さん、私が一緒に行ってあげます。今晩迎えに来ますから、それまでにいい着物を着て髪型を整えてください。職人だと分かったら中に入ることもできませんからね。大店の若旦那のふりをするんですよ。それとその手、すっかり紺色になっている。その手が見えたら全部嘘だと分かってしまいます。絶対に袖から手を出さないでください。わかりました、先生。私に敬語を使ってはいけない。喋らない方がいいですね。じゃあ何を言われても、はいはいと答えなさい。若旦那らしく聞こえますからね。はいはい先生。もっとゆっくり。はいはいだ。大丈夫かな。兄弟子たちも手伝って準備して、久蔵は立派な若旦那の格好になりました。夜、医者が迎えに来ました。いいね、久蔵さん。立派な若旦那に見える。これなら吉原へ行っても大丈夫でしょう。でもね、久蔵さん。今晩高尾太夫に会えるかどうかはわかりませんよ。久蔵は医者と一緒に吉原の門をくぐって引き手茶屋に入りました。おかみ、無理だとは思うんだが、この若旦那に三浦屋の高尾太夫をお願いしたい。茶屋のおかみは心の中で笑いました。どんな金持ちでも偉い人でも、初めて来た客がその夜に高尾太夫に会えることはめったにありません。しかし高尾太夫に聞いてみると、最近毎晩毎晩大名の相手をして疲れました。今夜は気楽にその若旦那の相手でもしましょうか、と承知しました。どうぞこちらへ。いつの間にか医者はどこかへ行ってしまって、久蔵は一人で高尾太夫の部屋へ案内されました。ドキドキしながら待っていると、いい匂いがして高尾太夫が入ってきました。斜めに座ってキセルに火をつけると、高尾太夫はそのキセルをすっと久蔵に差し出しました。どうぞ。しかし久蔵は絶対に手を見せるなと言われましたから、受け取ることができません。困っていると花魁は笑って自分でキセルを吸いました。若旦那さん、どんな商売をしているんですか？はい、はい。お店はどちら？はい、はい。久蔵は医者に言われた通りに、はい、はい、しか言いませんでした。高尾太夫はキセルの煙をゆっくり吐いて言いました。次はいつ来てくれますか？
次。久蔵はもう帰らなければならないと思って慌てて答えました。次は3年後です。3年後？もっと早く来てください。無理なんです。金がないんです。嘘。あなたは大店の若旦那でしょ？すみません。騙すつもりじゃなかったんだ。久蔵は泣きながら言いました。私は本当は貧乏な荒野の職人なんです。3年前にあなたに一目惚れして、それからずっと会いたくて会いたくて、3年間一生懸命働いて金を貯めて、やっと来たんです。次また会えるなら、また3年働いて金を貯めます。だから3年待ってください。高尾太夫は何も言わないで静かにキセルを吸っていました。そうですよね。3年は長い。3年後、あなたがまだ吉原にいるかどうかもわからない。もう二度と会えないかもしれない。だったら、一つお願いがあります。どこかで私に会ったら、どうか無視しないでください。久蔵さん、お元気と言って笑ってください。そんな日が来るかもしれないと思えたら、私は明日からも生きていけます。高尾太夫は横を向いてまたふーっと煙を吐きました。その目から涙が一粒落ちました。その話本当ですか？嘘じゃありません。ほら見てください、この手。荒野の職人だから手が紺色になって洗っても落ちないんです。だから手を出してキセルをもらうことができなかったんです。わかりました。高尾太夫は久蔵をまっすぐ見て言いました。こんな金で買われる女をそこまで思ってくれる人は今まで会ったことがありません。私と三浦屋との契約は来年3月15日で終わります。吉原を出たらまっすぐあなたのところへ行きます。私をあなたの奥さんにしてくださいませんか？え？あなたの正直さに惚れました。久蔵さん、私でよかったら嫁にもらってください。おいらん。私はバカだから信じてしまいますよ。夜が明けると高尾太夫は約束の証拠としてかんざしを一本久蔵に渡しました。久蔵さん、私と結婚するんだからもう二度と吉原へ来てはいけませんよ。はい。はい。久蔵は自分でも夢か本当か
わかりませんでした。荒野へ帰って親方に言いました。会えました。高尾太夫に？本当か。よかったな。それで、花魁が言ったんです。来年3月15日、あなたのところへ行きます。あなたの奥さんにしてください。はあ？お前、それを信じたのか？バカだな。それは花魁の社交辞令だ。誰にでも言うんだよ。嘘じゃないんです。証拠に、ほら。久蔵は親方にもらったかんざしを見せました。しかし親方は信じませんでした。とにかく、お前は夢を叶えたんだ。よかったな。さあ、仕事に戻れ。はい、来年3月15日。それから久蔵は前よりもっと働きました。来年3月15日、来年3月15日。あのバカ、まだ夢見てるよ。おい、うるさいぞ、3月15日。はい、3月15日。年が明けて1月、2月が過ぎて、3月半ば15日になりました。黒塗りのかごが荒野の前に止まりました。ほいさ、えっさ、ほいさ、えっさ、ほいさ、えっさ、ほいさ。そのかごから降りたのは高尾太夫でした。こちらに久蔵さんはいらっしゃいますか？花魁、待っていました。久蔵さん、お元気？久蔵と高尾太夫は結婚して夫婦で荒野を継ぎました。店は大繁盛して二人は同じ白髪になるまで仲良く暮らしたそうです。